こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第7話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。ニャーなタイプとかそんなやつ向け。ルルキか。さすすみ。アーバレストみたい。荒屋敷なら佐竹隊長やん。脳波登録された。つまりニュータイプが必要と。ニュータイプ専用機か。福座のロボット。スペルビアは誰が乗るんだよ。ルルに取られたか。ブレイバーンのパワーアップ装備に変形しそう。合体サポートメカに変形するのかな。これが将来絶対ブレイバーンになるとかでプロトタイプだろ。ルルは何にでも適合しそう。こうなるとスミスが副パイロットになるのか。ルルって電池みたいなもんか。電池少女、どこかで聞いたような。逆転世界の杉田。このアニメイサミだけじゃなくてスミスもかわいそうだよな。何も知らない人にこれは何をしているシーンでしょうって問いたい。これ結果的には答えないならスミスぶち込むぞの方が拷問になったのかな。ひどすぎて草。どうもブレイバーンが怪しいんですけど。普通に続きが気になるから困る。今回も主役差し置いてトレンドに杉田が入ってきそう。残りの変態ロボ集団が日本に集結して凄まじいことになるんだろうな。ブレイバーンが全員斬首したりするんだろうか。トランスフォーマーみたいになってきた。ちゃんとルルとルルの違いに意味があったな。ルルは精神コマンド、クソみたいなラインナップになりそう。さ、最後に愛覚えるから震え声。普段使ってる乾電池にも魂があると分かったら考え変わるわな。ミカド電池にしないとだな。10見えた。だんだん面白くなってきたな。でオチアニメなんかじゃないな。面白いけどでも気持ち悪いって変なアニメだ。これ一気には辛いな。毎週見るのがちょうどいい。お腹いっぱいでゲット出るわほんと。今週3話くらいの密度あっただろ。これまともなロボアニメだったら普通に未来人とか考察されるんだろうけど、やばいやつらばかりだからどうしてこうなったって感じが強すぎる。ピリタスの扱いを見るに残りの6体雑に片付けそう。まるで打ち切られるかのようだ。初めて少し見たんだけど、何このエンディングふざけてんの。実質8話が最終回みたいなものだって聞いたがどうなんだこれ。残りのデスドライブズが全部東京に来るのか。塔を壊さなくていいの。スペルビアはブレイバーンと合体かな。 3P はやばいですよ。とはいえラクエリオンという前例もあるのだった。ブレイバーン、前回敵ロボとも話し合いたいとか言ってなかった。やっぱアニメとか特撮ってストーリーよりキャラだよなってブレイバーン見てて思う。今は面白かったな。語りたい小ネタがいっぱい。頼む誰か教えてくれ。何が起きてるんだ。令和に説明しようなんて聞くとは。例によってブレイバーンが自分で言ってるのくさ。急展開で草。ルルがパイロットになんの。スパロボ伝統の福座サポートキャラだな。スミス昇進&新型事業を報われたな。なんか想像以上に色々な設定が開示されたな。ルルはそんなに重たい設定だったのかよ。ステルビアは誰が乗るんや。ステルビアもダメなのかよスミス。全身脱毛で草。どうしてそっち系の要素が増えてくんだよ。実際のスポーツ界のアスリートは全身脱毛してる人は結構いる。プレイ中の怪我の治療やユニフォームのスレなどの快感軽減するために海外では半ば常識みたいだぞ。乾燥ロボ、福座ロボ、この作品は期待にロマンがあるな。面白かったけどほんと何がしたいんだろうなこのアニメ。重要な情報と別に今それいるな情報と盛りだくさんだったな。ステルビアの構造が軟化合体パーツっぽいんだけど、カラーリングが死んでるからどうすんだ。パイロットをニャンニャンにする。パイロットっていうよりも生体パーツだね。現状だとステルビアの戦力ダウンがひどいから雑魚はともかくネームド相手は無理そうやな。それでも戦力になるが。やっぱ塔が巨大 3D プリンターだったか。ビルドバーンはステルビアの塔からかっぱらってきたんだろうな。
でもあれランナーにパーツで生成されるつうことは、デスドライブズはでっかいプラもいいぞ。スミスのルルが無事なのはなぜなんだぜ。デスドライブスってブレイバーンの暴言じゃないんだ。本当にデスドライブスなんだ。驚愕。イサミはブレイバーンで押して参ってるのに、スミスはルルと複座で新型機とか、マジで格差がひでえ。ブレイバーンやっぱりイサミの命消費してんの。こは、新型の脳波コントロールシステムはブレイバーンの操縦と同じシステム。味方上層部も怪しくなってくる系か。あの新型機インターフェースがブレイバーンと同じなんだが、カラーリングもそれっぽいっていう。新型機のインターフェースがブレイバーンそっくりだったな。やっぱり時間走行系か。スペルビアにゲロられたことで生理的に無理ってのがしっかり言葉通りの意味だったということが判明したと受け取ってよいんだよな。宣言通り変態だったクピリダス。というかあっさり死んで悲しい。人間の寿命通過生体エネルギーを無理やり絞り出してパワーアップして、そうすると中の人は干からびて死ぬと、イサミのように魂を通わせれば中の人は死なないってこと。スペルビアの言ってることが正しいならそうなるな。んでその人間電池にも自分と同じ魂があると分かってしまったから電池にできなくなった。スミスも生理的に無理となると正直積んでるわけだが、スペルビアは一体これからどうするのか。イサミの生命エネルギーも消費されてんのか。つまりデスドライブスは人間を動力にして動いてるってこと。相変わらず面白いけど、ルルが使い捨てバッテリーだなんてとんでもない事実が。ということはこれからデスドライブス破壊されるたび別のルルがすごく胸くそ。スペルビアはコックピットってよりエネルギー吸収装置しかない感じだから、適合者のルル以外乗れないし、ルルが乗る場合でも動力源以上にはなれないんでない。機体改造でもしない限り。1話でクピリダス成仏して新武器登場してルルの秘密も判明したのに、さらに謎増やしてきやがる。パイロットの命消費してたデスドラと似てるブレイバーンとか、謎の新兵器ロボと似てるブレイバーンとか、なんかいろいろブレイバーンが怖いんだが。1話でハワイの塔を破壊して、2話でスペルビアを撃破して、その後復活したということは、スペルビアの五感は他にあるのか。つまり敵からルルを回収した場合、マズタワーを先に壊してからデスドライブズを倒さないと、ルルごと死んでしまうということ。これブレイバーンのプロトタイプだろ。スミスとルルとこのロボが最終的に融合して、未来でタイムトラベル能力手に入れて、イサミに会いくんだろ。スミスはプレイバーンに精神的に拒否されて、今度はスペルビアから物理的にも拒否されてたのが草。クピリダスはあんなに強者感漂わせてたのに、あっけなくて死にたがりのド M さんにしか見えなかったな。スペルビアのルル呼びは語尾下がりなんだな。今回の名言は勝手に乗っちゃねえでしょ。ルルは特定の人間がキャ取られたわけではなく、構成人間なんやな。これ最終的にイサミも吸い尽くされて死ぬ。ブレイバーンがデスドラと同類なら、生命力吸われて大地に苔むした石なのかもしれん。クピリダスの最後の言葉を聞いて、全ネームド集結して8話で一気に倒すんか。今日ブレイバーンが悪い顔しながら作ってたプラモデルは何なんだろう。タイムボカンネタは今回使ったから、次はまた別のネタなんだろうけど、張さんのスペルビア拷問に笑ったわ。溺れさせて何の意味があるんだよ。来週こそ、まだ早い。レバーを引いて、バーンブレイバーンになるのかな。やる気次第でサポートメカと合体するぞイサミ。ルルそっくりだけど、クピリダスが乱用して衰弱してしまったのか。イサミがもし有機爆発させて戦ったら、同じようになるんだろうか。いつも通り安定して面白かった。ブレイバーンのうさんくささがとどまらない状態になってるけど落としどころが気になる。ずっと情報を出さないまま進行してるけど、ブレイバーンがあらかじめ持ってた情報を開示してれば被害はいくらでも減らせたからな。デスドラ連中を退けても、ブレイバーン自身の厄介さは残る。誠実なスミスとやらせ野郎のブレイバーンが同一人物だったらひどい闇落ちだ。もう人間は信用できない。ブレイバーンの新兵器が自作の斧という、この先も自作でパワーアップするんだろうか。どちらかというと地球側にビルドバーン製の武器渡してくれたら、もっと戦況楽になりそうなんだが、
なんか近接武器しか作れなさそう。タワーを先に壊さないとデスドライブズは倒せないということが分かったな。しかしスペルビアは復活したし、タワーそのものがさらにでかいビルドバーンなのかもな。ビルドバーンで出力してもランナー状態から組み立てなきゃいけないのか、シュールすぎる。ちゃんと2度切りするんだな。人間の指と違ってカチカチな指なのに器用なやつ。邪悪な顔すぎる。ビルドバーンで遊んでる時のブレイバーンの口元が本当にキモいよ。人間の生命力使うよりも、人間が切れ散らかした時の精神乱高下みたいのが、良質でめちゃ強いエネルギーになる、みたいので、ブレイバーンがイサミに真実を告げずに煽ってるとしたら、イサミマジかわいそう。デスドライブズは全個体で意識は一つなのか、一機ずつしか出ないのは制限なのか、死にたいからなのか、そもそもこいつらの勇姿って今回みたいに何度も死んで快感を得たい意味なのか、塔ごと完全消滅させられて本望なのか。こういう感想の仕方面白いな。変形したり装備変えるのに、パイロットのやる気を試さないといけない変態ロボも見習ってもらいたい。スーパー系がやりたい放題やってるせいでかゲー水が TS がほんと良いな。感想ギミックしびれたのでロイド買うわ。もしかして別の時間軸でデスドライブスと壮絶な戦いの末ブレイバーになったスミスが、みんなを救いつつデスドライブスの望みを叶えるためにタイムリープした的な感じ。ループものなら8話で負けて9話で1話に戻る感じか。来週にはまだ早いレバーの出番が来るのか否か。もしかしてデスドライブスは宇宙から来たのではなくて、人類がロボットと AI に支配された未来から来たのかも。結局生き方が決まらなくてニートとカススペルビアが見てみたい。ルルがライジングワルトスになるようだと、当面スペルビアの活躍の場はなさそうだな。スペルビアみたいな無機生命体は寿命がない不老不死みたいなもんだし、死ぬことが目的になるんかね。寿命ある有機生命体の人類には理解できないな。イサミは一体何者なのか。ブレイバーンはキモい慣れ初めしか語ってくれない。聞きたいことにはろくすっぽ答えないくせに、脱毛とかばらされたくないプライバシーは当然のように公開してくブレイバーンさん。ブレイバーンのマッチポンプ説ありますか？敵の情報と事情は今回で分かったし、幹部どもが大挙してブレイバーンに最高の死をプレゼントされる展開になるだろうけど、一番の謎はブレイバーンが何者かなんだよな。7は面白かった。ギャグもありつつ結構重要なことも言ってたな。スペルビアが言ってた我らデスドライブの中にブレイバーンが含まれるのか気になるな。考えすぎかな。茎に出す線、あっさり終了。しかもギミックを破壊しないと無限に湧いてくる敵とか、無限に経験値稼ぎと資金稼ぎできますね。てっきりスペルビアにスミスが乗って2号ロボとして一緒に戦うのかと思ってたけど違いました。最後に出てきた脳波で適応云々のロボは大張監督アニメ銀装機コーオーディアンのリムヒューガン的なシステムを思い出します。8話でアブソリュートアクティブフォースを噴射するんだとか言い出しそうで、ちょっとそれも楽しみです。デスドライブズの独特すぎる価値観がやはり気になるところだが、覚悟を決めて粘液まみれになったのに、ステルビアにも生理的に拒まれたスミスの生き様は奴らに通ずるものがあるような。全身脱毛が判明し、エンディングでスミスの上半身をよく観察してしまった。ルルは原動力なんだ。魂を宿したルルを見て座禅を組むステルビア。デスドライブズもだけど、残虐さというよりコメディ要素を強く感じるから面白く感じています。ルルも新機体に適合したし、ステルビアもこのまま共闘するのかな。てか新武器ってそう作ってるんだ。ブルがデスドライブズにとっての燃料みたいなものという事実はなかなか衝撃的で驚いたけど、それなら新型の適合者に選ばれたりする今のルルは一体何なのかとさらに謎が深まった。ブルのイントネーションの違いも何か意味がありそうで気になる。全身脱毛を知っているのってスミス、ブレイバーンなのか、それともただブレイバーンがねっとりと観察してたから知ってるだけなのか、どっち。あとブルとスペルビアの組み合わせに無限の可能性を感じてしまう。ブルのイントネーションには意味があったのね。
なぜか公式サイトにだけ出ていた設定がようやく出てきたね。クピリダスの満足と同族への呼びかけ、盛大でクソ迷惑なマッチコンプ説。しかしデスドライブズがふざけてるのはいいとして、人間側が馴染んでるのは違和感がある。一体ブレイアックス、説明はブレイバーンがする。クピリダス無限復活が厄介だったけど、塔を破壊すれば良いというのが良いとお仕方だな。にしてもスミス、ステルビアにも入れなかったか。まあスミスはルルと一緒がになっているな。スペルビアにも生理的に拒絶されたスミスはやっぱり何かありそうと思ってしまうよな。有機生命体の魂を学んだスペルビアにスミスが乗って次の嵐に挑むとすれば物語的にもすっきりとまとめられるのに、それをせずブレイバーン感ある新機体に乗る。どうなるんだスミス。ブレイバーンに後を託されたスミス。TS 部隊を指揮しスペルビアと交戦。ブレイバーン不在で TS がメインで活躍する展開。バカな。やったの。やってない。の約束はあるが、本作のもう一つの側面。リアルミリタリメカーニメ路線の出番だ。日本と米軍が極秘で開発していた複座式 TS。CIA のモブ、張さんを知らなかった。そしてルルは測定記号可能。これやはり未来の地球人の兵器っぽさあるよな。前書いたけれど。さらっと説明されてるけど、ルルの設定やばくない。してみると今のルルやイサミが、この鮮度になるのかという疑問も出てくるし、このアニメに翻弄されている。楽しい。スミスたち VS スペルビア、ブレイバーン VS クピリダス。何度も再生する爆死マニアを新武器で一刀両断。かっこよいけどイサミの言う通り、もっと早く出せ。笑い。ルルはデスドライブズの動力源だったのか。複座式ロボは燃える。ルル、スパロボでは精神コマンド要員ですね。クピリダスを丁寧に扱ってやれよ。それとスペルビアをスミスに任せるとか、いろいろ雑だろブレイバーン。お前がそうだから、スミスもその気になっちまうんだよ笑い。で本編、ルルの存在理由を明かす、示す、エピソード、もろもろダメの展開なのに、1話の勢いがすごいな笑い。おおむねロボアニメの王道展開なのに、新武器なんでランナー付きなんだよ、とか、何ちゃっかり青ポジションについてるんだよ、とか、ブレイバーンのペースに乗せられるので、油断ができない。笑い。せっかく新しいおもちゃも、ルルに取られそうなスミス。ドンマイ。ルルはもともと魂のない有機生命体。じゃあ今のルルに入ってる魂は何やろね。スペルビアは今のルルを乗せちゃダメなのか。と思ったら、なぜか新型 TS の方に乗っちゃったな。よくわからんけど、ルルの反応がいちいち可愛いから OK です。謎がいろいろ明かされ盛り上がってきたのに、小ネタが面白すぎて笑い。これ誰かがバカなっていうやつじゃ。のところ、絶対誰かが言うんだろうなと構えていたのに、すっごい溜めた挙句、おっさんのドアップでバカなって爆笑。この間が絶妙ですごくいい。笑いが合う作品は楽しいですね。スミスがスペルビアに乗ると思ってたでしょ。残念でした。と、考察勢をチョクる制作側の嘲笑いが聞こえるようだ。それはさておきサブメカが性癖に刺さる。装備を乾燥したり、新メカがスパロボの主人公っぽかったりと、さすがロボ好きのツボを抑えてらっしゃる。ピリダスが言ってることからするに、デスドライブスって宝石の国の月人と似た動機で戦ってるんやろうか。結構エグい設定よな。あと TS の感想がエステバリスのみたいで好き。今回も面白かったです。ルルとは、真の望みとは、新たな興味が物語を加速させる傍ら、ツッコミどころがたくさんあるのが実に本作らしい。こんなこともあろうかとな強力な武器、定番パワーも、全部イカれたロボの自作自演じゃないのと疑いたくなるメタなノリが実に楽しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、
ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。